どうも小屋です。僕は今韓国に来ています。日本から最も近い海外旅行先として大人気の韓国。僕はこれから行くソウルは学生の時に少し訪れただけで、がっつり観光するのは今回が初めてでとっても楽しみです。この動画ではソウル旅行の魅力を存分に詰め込んでいます。それでは行ってみましょう。旅の出発は福岡空港。福岡からだとソウルへは飛行機で約1時間半で訪れることができて、東京に行くよりも近いというのが不思議です。東京からでもソウルへは約2時間半で訪れられます。今回は片道約1万円で LCC のジンエアを利用しました。LCC とは言ってもジンエアはなんと受託手荷物が航空券代に含まれています。しかもシートピッチも他の LCC よりも広く、これはもう神エアーと書いてジンエアーと呼ぶべきです。今回は追加料金を少し払って最前列の足元広々座席で快適にソウルまでのフライトを過ごしました。はい、インチョン国際空港到着しました。ここが到着ロビーになっていて、この左手看板がバス、電車っていう風に書いてますけどね、こういう看板たくさんあるんで迷うことなく交通機関利用できそうです。今回は電車に乗ってソウル市内に向かいます。で ATM でセリナカードを使ってキャッシングで現地通貨引き出したんですけど、このウォンは日本円にするとゼロを1つ消して、例えばこの1万ウォンだと1000円ぐらいの価値が今のレートだとあるんですよね。すごい分かりやすくていいわ。いやインチョン空港やっぱりアジアの中でもかなり大きな空港なんでとっても大きいですね。日本だとこれ到着便がお昼頃になるんで、ここで全然お昼ご飯食べるとこたくさんありますし、見てわかる通りめっちゃ綺麗ですね、この空港。はい、インチョンまではこのエクスプレストレインに乗ります。直通でソウル駅までノンストップで行ってくれるんですね。間違えて各駅停車になると時間かかっちゃうんでね、注意です。これを逃すとあと50分待たなきゃいけなかったんでね、ちょっとギリギリでバタバタで券売機とかは見せれなかったんですけど、普通にクレジットカードも使えて購入は簡単でしたよ。이번 역은 이 열차의 종착역인 서울역입니다. はい、ソウル駅到着です。主要な路線をつなぐターミナル駅になってるんですけど、ホテルはこの辺りではなくてチョンノというエリアにあるんで、地下鉄でそこまで行きます。で今回地下鉄もたくさん乗ると思うんで、日本でいうスイカみたいなやつがあった方がいいかなと思って、韓国だとこの T マニーカードってやつですね、コンビニとか駅で買えるって書いてたんで、ちょうどコンビニ見つけたんでね、ここで3000ウォンで買いました。僕が買ったのはこのスイカの役割の T マニーなんですけど、韓国旅行だとこのワウパスってやつが日本円をチャージできるプリペイドカードになってるみたいですね。それ発行する人も多いみたいですけど、今回僕はセディナで現金も下ろしたし、クレカ使えばいいかなって思ってます。地下鉄の改札のエリアに降りてきたら、こういうチャージできる場所があるんで、これですね、 T マニーカード日本語1階用交通カード発売機です。これだな、交通カードチャージでここに置けばいいんだな。日本語があるから楽ちんですね。充電金額を選択し、これでチャージしたい金額を押すと。面白い日本語ですが、完了しました。はい、これで充電が完了しました。Google マップに検索したらホテルまではこのライン1地下鉄で行けるみたいなんで、ここからですね。はい、ホテルに荷物を置いて、まだお部屋の中は入ることができなかったんで、ランチですね。日本で朝ごはんもちょっとしか食べてないですし、かなりお腹空いてるんでね、ちょっと良さげなお店がホテルの近くにあったので行ってみます。
この辺りはチョンノというエリアの中でもインサドン通りというふうに通常では書いてましたね。インサドンが昔ながらの韓国の風景を残しつつも、商業施設、おしゃれなカフェなどが点在しています。トマっていうお店を目指してるんですけどね、多分こっちのちょっと狭い路地に入っていったところにありますね。でもこの辺もなんか雰囲気がいいな。都会の中の裏路地って感じで。今回のお目当て、これですね。ベストっていう風に書いてるけど、ランチ限定のイベリコ豚モクサルセット、定食形式なんで、僕みたいな一人旅でも食べやすそうです。がっつり行きたいときはこんなミートセットとかもありますね。いやー、うまそうですね。これが多分モクサルってやつですね。豚のどこかの部位で、あまり日本では聞かない名前なんですけどね。炭火焼きで豪快に焼き上げられてます。じゃあまずお肉をいただきます。これ弾力があるんだけど、噛めば噛むほど脂身が口に広がっていってね、豚肉の味がしっかり感じられてうまいな。これ結構がっつり量入ってるんで贅沢です。韓国といえばキムチですね。結構辛いんだろうな。久しぶりの韓国で食べるキムチだ。辛いけどでもしっかりなんかほんのりと甘みもあって全然いけるな。でこのセットでついてくるのがチゲ鍋ですね。すごい結構ほらがっつりネギとかお野菜、お豆腐が入ってますよ。これにどんな味がするか楽しみ。でも激辛っていうわけでもなく、全然これだったらトマトの味がしっかり出てて、そこにお肉の出汁とかがちょっと出てるのかな。お野菜のシャキシャキとした食感もいいですね。これチゲ鍋の中牛肉まで入ってるわ。贅沢。やっぱ評判がいい店だってやってうまいわ。これは当たりだ。いやー美味しかったわ。やっぱもう一回見てもこの裏路地の雰囲気いいっすよね。このハングル文字、日本からひょいとやってきたのにあっという間に外国になる感じ。ほんとかなりたくさんの路地がこうやって入り組んでますね。迷路のように、その中に飲食店がひしめき合ってる感じ。これなんだろうな、かき氷のような、ぜんざいのような、なんか Google マップを見たら伝統的なお茶とかスイーツがいただけるっていう風に書いてますね。滞在中時間があったら行ってみようかな。もう一回メインの通り、インサドン通りに来ました。ここのメイン通りは比較的モダンな建物が立ち並んでいて、伝統工芸店やお土産店、アーティスティックな雰囲気を醸し出しながらもショッピングを楽しめる場所がたくさんあるっていう感じですね。いやでもこの辺は道も綺麗だし、そこまで平日っていうこともあるのか、ゴミゴミしている感じもなくて落ち着いているのが個人的には気に入りましたね。でこんな大きなショッピングモールもあります。ここがアンニョンインサドンというところで、約80店舗が入店するインサドンを代表する大きな複合モールですね。でこの大きなインサドン通りから一歩隣の通りに入っていくと、昔ながらの建物が並んでいる味のある雰囲気になるんですよね。でこれ屋台がなんかたくさん並んでるわって思ったんですけど、これね見ると多分占いっすね。こんなにたくさん占いの屋台が集まっているとこも珍しいですよね。宿泊するホテルの近くなんですけど、これモクシーがありました。マリオット系列の、ビジネスホテルですよね。本当はこっちに泊まりたかったんだけど、今回はもうコスパ重視のホテルにしてます。今回のソウル旅で泊まるホテルはここっすね。ホテルビズというところで1泊だいたい1万円ぐらいですね。安い時だったら1万円切ると思いますけど、この辺りインサドン、ミョンドンも徒歩圏内のところにある立地抜群のホテルですね。お部屋の中はこんな感じ。日本でいう東横インとかそれぐらいのグレードのビジネスホテルと同様の広さっていう感じですかね。可もなく不可もなく。
眺望は隣のホテルの壁でしたけど、アメニティはこうやって安いホテルの割にはしっかりと整っているっていう印象ですね。この価格帯だと海外だとこんな上等なアメニティ置いてないですからね、普通は。もちろんエアコンもここ真ん中しっかりついてて、こっち側に水回りで、バスタブがこうやってしっかりついてるっていうのは嬉しいですね。ちょっとこの辺りトイレと洗面台合わせると狭いっちゃ狭いんですけど、でも一人で寝るだけだったら快適に過ごすことができそうですね。これボディーソープにシャンプーにリンスまでついてます、ちゃんと。さっきいたインサドンの通りから東側の方までやってきたんですけど、この辺りもまさに伝統家屋をリノベーションしたお店がたくさんあります。この辺りがイクソンドン関屋村というエリアです。関屋というのが韓国の伝統家屋のことで、ソウルで最も古い関屋村と言われています。昔の建物をリノベーションしたカフェやレストランが狭い路地の中にたくさん集まっているノスタルジックで素敵なエリアです。いやー、この辺もおしゃれなカフェがたくさんあって、でも完全にね、ミョンドンとかトンデムンとかナンデムンとかこの後行く場所とは全然違う雰囲気なんだろうな。これも面白いな。飾り付けは東南アジアっぽいんだけど、建築物は東アジア、韓国ですよね。タイ料理のお店みたいですね。何やらたくさんの人たちが集まっている場所を見つけたんですけど、ここは何の店かなと思ったら、これですね、塩パン。日本でも人気があると思うんですけど、ソウルで結構塩パンたくさん見かけたんで流行っているんですかね。めっちゃうまそう。これがスイーツメニューですね。で、ここのお店の一つの売りの商品がこの真ん中の列にあるカステラですね。オーダーを受けてから作るんでちょっと待ち時間があるんですけど、その分美味しいってことなんでね、せっかくなんでカステラいただきます。これがドリンクメニューですね。で、この真ん中がね、フルーツみかんが入ってるやつが結構映えるドリンクなんですけど、カステラも甘いから今回はこっちのコーヒーを頼みました。はい、ではいただきます。いやー、楽しみだな。これ中どうなってんだこれ。上は生クリームだな。すくってみると、うわー、この中にちょっと生クリームで隠れて分かりにくいけど、カステラの生地がしっかり入ってるっていう感じなんですね。いただきます。やばい、これ生地がめっちゃふわふわだわ。やっぱり焼きたてだから。で、香ばしい香りもほんのりとして、そこに生クリームのクリーミーな風味ですよね。で、この生クリームだけだとちょっと甘ったるい感じになるんで、やっぱストロベリーを乗せることによってちょっと酸味を加えて甘みと酸味のバランスが良くなるっていう感じですかね。欲を言うならもうちょっとこれいちごがどっさり乗ってたら、その酸味がしっかり効いてね、良かったと思うんだけど、それでもやっぱ焼きたてのカステラはうまいですね。そしてコーヒーもね、ハンドドリップで入れてたから美味しいと思う。コーヒーも豆の風味しっかり出ててうまいですね。贅沢だな。でもこれ器が結構大きいから一人で食べれるかなって思ったんですけど、うまいから余裕で食べれそう。いや、この辺やばいな。オープンエアですごいみんな焼肉を楽しんでるエリアですね。こっちの左奥の方までお店が連なってて、平日の夜なんですけどこんなにたくさん。これすごいな。めちゃくちゃいい雰囲気。複数人で来たらこんなオープンエアで楽しみたいな。右手がさっき焼肉オープンエアでやっていたところで、ここの通りもすごい左右にこうやって屋台がたくさん並んでいて、なんかまるでこれ中洲みたいですね、福岡の。いや、アジアらしい雰囲気がいいですね。
屋台飯もすごい気になるんだけど、今日は夜はトンデムンに行ってタッカンマリを食べるっていう予定にしてたんで、また滞在中どっかで時間があったら屋台は行こうと思います。で、今ここインサドンから南下してチョンノというエリアですかね。ソウルの中でもかなりこれ横幅の大きい道路ですね。まさに首都っていう光景が目の前に広がっていますけど、地下鉄でトンデムンに向かいます。で、ここのチョンノのエリア、さっきの大きい道路をさらに南下すると首都のど真ん中にこんな落ち着いた川が流れてるんですよ。観光客の人もいるし、地元の人たちの憩いの場にもなってるような感じがしますね、見てると。今真夏で暑いんで足を水に浸してる人も何人かいますね。トンデムン到着です。駅降りたらこれ目の前に JW マリオットがありました。今回もポイント使って JW 泊まろうか迷ったんですけどね、いつか泊まりたいな。で、この反対側にライトアップされてひときわ目立っているこの建物がこのエリアの名前のトンデムンですね。東大門、朝鮮時代の城郭の門の一つです。いやでもこうやって近くで見るとやっぱ立派な建物だな。反対側に来ましたけど、夜のライトアップめっちゃ綺麗ですね。トンデムンこれ夜に来てよかったわ。で、ここソウルは東西南北に門が昔朝鮮王朝時代に建っていて、当然ねこう中の都をしっかりと守るためなんですけど、そのうちの一つがトンデムンで、ナンデムンが有名ですが他の方角にも門があったんですよね。で、こっち右手の方までこう石段が連なっているのが分かりますよね。なんでこっち側が入り口で向こう側が都城郭だったっていうことですね。ナンデムンにも行く予定ですけどね、そういう歴史があるっていうのは僕も来るまでは知りませんでした。うわ、これすごいな。さっきいた川っすね。で、ここまで川が伸びてるのはわかるんだけど、これ遊歩道も綺麗にずっと奥の方まで伸びているんですね。で、ここは JW マリオットの前で綺麗な噴水ショーまでやってるっていうね、めっちゃいい雰囲気だ。ここトンデムンはソウルの中でも最大規模のショッピングエリアになってるみたいです。この目の前グッドモーニングシティという、有名な大きなショッピングセンターというかデパートといえばいいのかな、立っていて、右奥の方までずっとショッピングができそうなエリアが連なっていますよね。そしてこっちの右手側にはズドンとまるで SF 映画に出てきそうな建築物なんですけど、これがトンデムンデザインプラザというトンデムンの新たなランドマークですね。奥の方まで伸びているんですけど、近代的な建築物で有名なザハ・ハディドさんが設計したもののようです。これ中はアートホールになっているっていう風に書いてますけど、これすごいな。なんか名古屋のナナちゃん人形みたいな、これお尻をこっち向けてますけど、反対側はなんかこれ真ん中が切り抜かれたような形になってますね。はい、でここトンデムンはタッカンマリ横丁というタッカンマリの美味しい店がひしめき合う場所があるんですよね。この右手のお店がガイドブックでもよく載ってる有名店らしいんですけど、ここは1人で行くと鶏1羽分丸ごと入っててかなり量が多いっていうことなんで、1人で行く向けのお店を見つけました。奥にある人気店めっちゃ人並んでるんですけどね、1人向けはこの隣ですね、ミョンドンタッカンマリというお店で、ここだと1人前があるみたいです。無事席に着きました。僕タッカンマリ初めて食べるんですけどね、これシンプルに鶏を丸ごと入れてグツグツと煮た鍋料理ですね。今まさに火をつけて煮込んでいます。で、一応メニュー表はこんな感じで、1匹入れるとこの値段なんで半分の料金になるのかな。で、一応トッピングもできて、一番上が人参って書いてて、これ入れると旨味が増す。入れてみようか。あとはえのきとネギと麺を追加してみました。初めて食べるからどういう風に食べていいか分かんないですけどね、こうやって日本語でちゃんと食べ方を書いてくれてるんでありがたい。ソースこれここに、ここ味付け醤油、醤油、マスタード、マスタード、お酢、お酢、
辛いです、辛いです。あ、ちょっとだけ。少し少し。混ぜる。あとでニラ入れる。あ、ニラを入れる。今トッポキ、トッポキ。えのきネギから食べる。いやいや、つけて食べる。つけて食べる。さっき屋台見てたらトッポキ食べたいなって思ってたんですよね。ソースにつけて。いや、うまそう。辛いですか？うん、美味しい。じゃあニラ入れる。ニラ入れるの忘れてた。うまいな、この醤油ベースのタレがコクがあって、でガーリックの風味がしっかり効いてるから、もちもちのトッポキも最高だな。久しぶりに食べるとうまいわ。人参って書いてるけど、見た目ごぼうにしか見えないんだけど、ごぼうでもないし人参でもないし、なんかこう芋っぽい味で、ちょっとこう土の味が残ってるような感じがして、苦味もあるからそんなに美味しくないかも。だしの味を引き立てるものだったのかな、これ。よし、じゃあ鶏肉をいただきます。いや、これはうまいわ。中がすごいホロホロしっとりとしてて、鶏肉のうまみちゃんと広がっていきますね。いや、やっぱこれ出来たて熱々は最高だな。でやっぱこの醤油ソースが絶妙なんだよな。まあこれシンプルに鶏の出汁を取ってるっていう薄味のスープにやっぱアクセントを加えてくれる感じがいいな。あ、でもこれめっちゃうまそうなんだけど、ちょっと平らな感じ。これもこのソースに絡んでんだな。麺めっちゃうまいわ。喉越しが良くて歯ごたえがしっかりある。あー、でこの辺は市場もありますね。こうやって夜遅い時間帯までにぎわってるわ。もうちょっと早い時間帯だったら飲食店以外のお店もオープンしてるんだろうけど。Can I get watermelon? Watermelon, yeah. Juice. いやー、ほんと今8月だからめっちゃ暑いから、こういうフルーツジュースが絶対にうまいわ。いやー、めっちゃうまいこのスイカジュース。今日はお肉たくさん食べたんで、野菜もね結構たくさん食べたと思うんだけど、ビタミン補充大事ですから、旅中はこれですっきりした状態で眠れそう。いやー、1日目から楽しかったですね。これからホテルでゆっくりリラックスしてネットサーフとか動画鑑賞して楽しもうと思ってるんですけど、ここで旅行する際、普段でも皆さんにおすすめしたいサービスを一つ紹介したいと思います。今回はこういう宣伝という形ですが、僕が普段使いでも重宝している本気でおすすめしたいサービスです。皆さん旅中や外出している時にホテルやお店で Wi-Fi を使う時にセキュリティを気にしたことありますかね？フリー Wi-Fi を皆さん最近よく使うと思うんですけど、これ同じ Wi-Fi に接続しているもの同士だと大事な情報、例えばクレカ情報やウェブ上のアカウントのパスワードなどを盗み取られるリスクがあるんですよね。また、ホテルやお店の名前を利用したなりすましの偽 Wi-Fi や偽サイトを作って、それを介して大切な個人情報を抜き取る人がいたりするんですよね。フィッシング詐欺というやつですね。もしそんなことがあって、旅中にクレカの不正利用があったり、SNS のアカウントが乗っ取られたりしたらもう最悪ですよね。そこで僕は VPN というサービスを利用していて、その中でも僕が最近利用しているのは NordVPN という VPN サービスです。で、この NordVPN を使うことによってメリットがいくつかあるんですけど、代表的なメリットとして2つですね。今言ったように1つ目がセキュリティを強化できること。で、2つ目がどの国にいても世界中のネットワークにアクセスすることができるということですね。で、1つ目のセキュリティの強化についてなんですけど、普通にフリー Wi-Fi を使っていると、フリー Wi-Fi って本当にいろんな人たち誰が使っているかわからないので、その中では何も防御するものがなく歩いているっていうイメージなんですけど、VPN を使うことによって他の人がいない空間の中でも完全に防御を固めたような空間で Wi-Fi を使うことができるっていうイメージですかね。
僕は特にね、自分の SNS のアカウントを使うとき、パスワードを打ち込むとき、あとは旅先でウェブ上でショッピングをするとき、クレジットカードの情報を打ち込むときとか、銀行口座から送金をするときとかは、さすがにちょっとこの情報は漏れたらまずいなという場合は、絶対に VPN を使うようにしてますね。で、二つ目の世界中のネットワークにアクセスすることができる。これどういうことだって思う人もいるかもしれないんですけど、簡単に言うと、日本でしか見ることができないものが海外から見ることができる。また反対に海外でしか見ることができないものを日本から見ることができるようになるんですよ。例えば普段日本で見てる動画配信サービスですね。これね、意外と日本で契約した動画配信サービスって海外に行ったら見ることができないんですよ。多分皆さんが契約してる有名どころの動画配信サービスの中でも見れないものがあると思うんですよ。僕の場合はね、サッカー J リーグが大好きなんで、海外から J リーグが見れないっていうのはもう超ストレスになっちゃうんで、あれですよね、ダズーンってやつですよね。あれがノート VPN を使えば海外から見ることができるんですよ。あとは例えば今韓国に来てるんで、韓国ドラマが扱われている動画配信サービスとか、韓国のアイドルグループのライブが見れる動画配信サービスとかね、海外から見ることができないと思うんで、そういう時にこれを使えば何の問題もないってことなんで、僕はもう絶対必要なんですよね、ノート VPN。あとは日本の人はよく見るでしょう Y から始まる某有名な検索サイトですね。あれヨーロッパからだと見ることができないんですけど、ノート VPN を使えば問題ありません。今のは国内のサービスを海外から見たい場合、逆に国内にいながら海外のサービスを見ることができるんですけど、例えばジブリとかハリーポッターとか、これらは有料動画配信サービスで日本では扱われてなかったりするんで、これがね、国によっては見ることができるんですよね。日本で提供されている動画配信サービスに登録していれば。なんでジブリとかハリーポッターとかこれ見放題で見たいって人にとっても登録する価値があると思います。あとは海外のネットワークからホテルとか航空券を予約したら安い場合もあるんで、本当に1円でもできるだけ安く航空券とかホテル確保したいって思ってる人でも登録する価値があるのかなっていうふうに思いますね。今言ったことはノード VPN メリットとかググったらたくさんしっかり情報が出てくると思うんで、それでチェックしてみるのもいいと思います。で、たくさんある VPN サービスの中でなんで僕がノード VPN を使っているのかというと、本当にコンパクトにまとめて気に入ってるとこ4つ言うと、1つ目が速度が安定している。実はね、VPN のデメリットとして普通に Wi-Fi につないでる時よりもちょっとだけ速度が落ちることがあるんですけど、ノード VPN を使ってるとね、別に速度が落ちてるなって感じることがもうほとんどないので、超快適なんですよね。で、2つ目がアプリの画面がすっごいわかりやすいです。接続するのは本当に簡単で、このアプリをタッチするとこうやって画面が開くんで、真ん中のクイック接続を押すと、今韓国にいるんでこうやって韓国のサーバーに接続されますけど、ちょっと日本のサービス利用したいんで、この下は最近の接続ジャパンって書いてますけど、これを押してもいいし、検索でこれでジャパンって打つと国ジャパンって出てくるんで、これを押せば、はい、今上にジャパンに接続済みっていう風に出てきますよね。これで問題なく日本で契約した動画配信サービスが見れます。で、3つ目が価格的にも別に他のVPN サービスと比べて高すぎるとか安すぎるということがなく、適正価格でしっかりとしたサービスを届けてくれるんで、満足度が高いですね。価格も問題なしで、4つ目が使ってる人がすごい多い。ユーザーが多いので、僕の知り合いの他の旅系 YouTuber の人とかも使ってますし、それで信頼性がやっぱりあるっていうことですね。ぜひね、旅中にセキュリティを万全にして安心して旅を楽しみたい方、また国内から海外のサービス、海外から日本国内のサービスを利用したいと思う方、今回ね、動画を見てくれた人限定に2年間の契約プランであったら割引プランを皆さんに提供できるので、料金的には1ヶ月500円を切る価格で利用することができるんで、ほんとコーヒー1杯我慢するだけでセキュリティが強化されて動画配信サービスをどこでも快適に利用できますから。で、なんと30日間は全額返金保証がついているので、一回使ってみていいなと思ったらそのまま続ければいいし、ちょっと自分には合ってないなと思ったらやめればいいので、少しでも興味があったらね、概要欄のリンクから飛んでいってみて、ノード VPN 使ってみてください。はい。ということで、この後ね、僕は NordVPN 使ってゆっくりとネットサーフ、動画鑑賞、サッカー見ようかな。あとはちょっと Amazon で買いたいものがあるので、気兼ねなくショッピングも楽しみます。で、今日はさすがにたくさん歩いて疲れてるんで、お風呂に浸かってゆっくり寝て、明日また楽しみですね。韓国旅。
はい、おはようございます。次の日2日目ですね。で、今いるのはホテルのあるインサドンから歩いてすぐのところ、世界遺産のチャンボックンや、今日行こうと思ってるキョンボックン、有名な観光地ですね、ソウルの。それらがあるエリアに来てます。で、朝食食べようと思って、この辺にはカフェいっぱいあるんですけど、目の前これオニオンというのは結構有名な、朝8時か9時から空いてるんで、朝食の場所として人気ですね。美味しいパンがいただけるみたいなんで、機会があったらどっかのタイミングで行こうかなとは思ってます。ここも韓国の伝統家屋関屋をリノベーションしたカフェになっていますね。日本の伝統家屋だと畳が用いられますけど、韓国は冬が寒いので床暖房がしっかりと行き渡る作りになっているみたいですね。床は木材です。ここも有名なところですね。レイヤードっていうところで、ここ以外にも店舗があると思うんですけど、可愛らしい店内と美味しいケーキが食べられる、パンもこんな感じで売ってるんでね、朝ごはんも行けそうです。はい、で今日の朝ごはんはここサンクスオットというお店でいただきます。さっきの2つは昔ながらの建物をリノベーションしてできた建物なんですけど、こっちはちょっと西洋風の雰囲気が漂っていますけど、フルーツとか野菜が入ったサンドイッチがあるんで、こっちのが朝ごはんのビタミン補充にはいいかなと思って、あまり知られてないのか並んでないのですぐ入れそう。はい、で席に着いたらメニュー表があったんですけどね、こんな感じでハングル文字しかないので全然読めないんですけど、そういう時はこれ使うといいですよ。 Google 翻訳のアプリ。これでカメラ入力ってやつを押すと、こうやって画面越しに文字を認識して日本語にすぐに変換してくれるんですよね。これすごいですよね。もうこのアプリがあったら全然言葉を分からなくても怖くないですよ。まずはね、これ下のやつはなんかクリームチーズみたいな食感ですね。これが調べると多分グリックヨーグルトってやつで、プレーンタイプのヨーグルトなんだけど、食感が結構固めで、さっき言ったようにクリームチーズのような感じなんで、なんか不思議ですね。でも甘すぎないし、フルーツもたくさん入ってるんでね、ヘルシーでいいじゃないですか。で次、サンドイッチですね。チーズとか野菜も、チキンとクランベリーって合うのかよって思ったんですけど、クランベリーが程よい甘さと酸味を放ってくれていて、めっちゃいいアクセントになってますね。チキンもたっぷり入ってますし、お野菜でさっぱりと仕立て上げられていて、チーズも乗ってますから贅沢なサンドイッチですね。パンも焼きたてでふわふわ。はい、そして1回でコーヒーを頼んできました。フラットホワイトがあったんでね、このフラットホワイトはオーストラリアとかニュージーランドで生まれたやつですね。カフェラテよりももっとエスプレッソの割合が多いんで、よりコーヒーの味わいが味わえると思います。いやー、うまいわ。ラテよりこっちの方が好きなんですよ。もっと普及してほしいな、フラットホワイト。はい、朝ごはん食べてやってきたのがここですね。北村関屋村と読むのかな、ブッチョンっていう風に韓国語では言うらしいんですけど、昨日のイクソンドンと同じように関屋村なので、昔ながらの韓国の家屋が立ち並ぶエリアになっていますね。この辺りが入り口で、ちょっと奥の方に行ってみましょうか。坂道を少し登っていくと、こんな絵になる光景が目の前に現れました。ここが北村関屋村のメイン通りになっていて、かつて朝鮮時代に王族や貴族たちが住んでいた場所で、他のエリアの関屋よりも格式高い家々が立ち並んでいるんですよね。ソウル旅行の代表的な撮影スポットになっていて、チマチョゴリをレンタルしている人たちもたくさんいます。そしてこの坂道上に登ったとこから見下ろすソウルの街並みが素晴らしいです。手前側が昔ながらの伝統家屋、奥の方には近代的なビルが立ち並んでいて、まるでタイムスリップしているかのような不思議な空間です。ここでも素敵な写真が撮れそうですね。昨日訪れたイクソンドンの関屋村は商業施設がたくさんあったんですけど、ここは実際の民家ばかりといった感じですね。で、一番上までやってくると、ここに展望台があるんですね。この右手に
こんな白い建物がありますけどね、この上に登って景色を眺めることができるのかな。ここの中庭はとっても整えられた綺麗なエリアになってますけどね。展望台のある建物の中に入るのが有料になってて、6000ウォンで展望台プラス目の前のドリンクを注文できるっていう感じですね。こんな感じで屋根瓦を上から望むことができるようになってるんですね。で、左手見るとソウルの街中、高層ビルがたくさん建ってるのが見えてます。で、左手の方にソウルタワーが見えてるんで、残念ながらさっきの絵になる坂道はここから見ることはできないんですね。でもまた違った景観で、これはこれでいいんじゃないですか。でこっちの右奥の方はなんか赤レンガでできたような建物があって、あの辺はちょっと西洋の文化が混じっているような雰囲気もありますよね。で、ソウルは意外と近くに目の前大きな山があるんですよね。ああやって岩肌がむき出しになっている自然の荒々しさをすごい感じる景観ですよね。東京、大阪、名古屋とかだとここまで高い山がこんな近くにあることはないですから、日本の大都会とはまた違った雰囲気です。冷たい柚子茶を頼みました。うまい。柚子の酸味がしっかり効いてて、多分蜂蜜か何かが入ってるな。これ甘みがしっかりあるわ。いや、ソウルは大学生の時以来で、以前来た時はこの辺の関野街は回ってなかったんで、いや、ここは絶対来るべきだと思いますね。もちろんショッピングとかグルメとか都会的な過ごし方もソウルの一つの醍醐味ではあると思うんですけど、やっぱり昔ならではの雰囲気を味わってこそその国に来たっていう感じはあるような気はしますね。外国人が京都によく行くように、ある意味日本でいう東京と京都両方を体感してるようなイメージになるんですかね。昨日行ったインサドンもこういう昔ながらの雰囲気が溢れるところなんで、ここの関野街やこれから行くチョンボックンやキョンドックン、そして昨日行ったインサドンも一緒に回るのがいいと思いますね。これから有名観光地のキョンボックンに行くんですけど、これ途中に通ってる道めっちゃおしゃれだな。この辺もこの右手のニューバランスの建物とか奥の方まで結構お店が続いてて、人もたくさんいるから、この辺も有名なショッピングストリートなのかな。今目の前にキョンボックンが見えていて、こっちの東側を今歩いていたんですけど、ここも街路樹が生い茂っていて、とっても素敵な雰囲気ですよね。都会の中のこの緑の空間っていいっすよね。左右にレストランやショップもたくさんあります。キョンボックンの前の交差点もこれ古風な建物が建ってるんですけど、その奥には近代的なビルもやっぱすごいな。日本ではあんまり見ないような形をしてますよね。こういう湾曲したのって日本じゃ地震の関係上であんま作れないのかな。ちょっとマリーナベイサンズっぽいね。で、走ってる車も日本からほんとすぐのはずなのに、日本車が全く走っていないっていうのは不思議な感覚ですよね。日本車を見ることがない国って世界中探してもあんまないでしょうからね。はい、キョンボックンに到着です。目の前に門がそびえ立っていますけど、ソウル市内の5大王宮のうちの一つで一番規模が大きいみたいですね。ここが、有名どころとしてここのキョンボックンとチャンドックンがありますけど、チャンドックンは世界遺産なんですけど、こっちは世界遺産ではありません。ただやっぱり規模が一番でかいということなんでね、今回はこっちにやってきました。わあ、これ入り口の門からこの天井すごいですね。なんか装飾が、この辺はチケット買わなくても中に入ることができますね。右手奥がチケット売り場になってるわ。すごいな。ここのエントランスのところだけでも広大な敷地があって、ここだけでも写真撮影とか十分楽しめそうですね。で、目の前チマチョゴリを着た人たちが写真をたくさんまた撮っていますけどね。これを着てたらキョンボックンやチャンドックンは入場が無料になるみたいですね。レンタルしてくれる店は周辺に結構点在しているので、そんなに探すのには困らないとは思いますけどね。で、今くぐってきた門の目の前にはこうやって護兵さんたちがたくさん並んでいますね。ここも一緒に写真を撮るという写真スポットになってます。チケットはこれ機械でできるみたいですね。日本語が
ありますね。大人1人3300円、日本円でだいたい300円で入ることできるんですね。これは安い。クレジットカードもいけるみたいですね。入り口の門と目の前のチケットが必要な門をくぐって、こっちの右手さらに大きな門があって、そしてこの門の先またくぐっていくと、この目の前にある建物が正殿本殿ですね。ここのキョンボックンは1395年から約200年間にわたって王宮として使用されていた場所なんですよね。昨日言ったトンデムン東大門とかナンデムン南大門とかが周りを取り囲む門だとしたら、ここが王宮中心のエリアということですかね。昔からソウルの街をずっと見守り続けてきた建物がここキョンボックンです。首都のど真ん中でこうやって歴史的建造物がすぐに徒歩圏内で見られるっていうのはいいですよね、ソウル観光は。やっぱ真下に来ると迫力があるわ。これ、屋根瓦はちょっと日本の建築に似てるかなという部分もあるんですけど、この下の部分は全く違いますよね。日本のお寺とかよりもだいぶカラフルな感じがしますね。タイほどではないけど、でもこの緑色が基調になってるものが多いけど、これは何か理由があったりするんだろうか。この反対側振り返った時の景色もいいわ。手前側から奥にかけてタイムスリップしていく感じが。こっちの周りにある通路もかなり天井が高くて迫力があるんですよね。で、奥の方まで視界が抜けていく感じもいいですよね。ここで写真を撮ってる人もたくさんいます。で、こっちの右手側ですね。ここも広大な敷地になっていて、このさらに右手側に有名な建物があります。これは綺麗だな。ここがキョンフェルというところで、外から来た人を王が迎え入れた場所になっているので、こうやって高床式になっているんですよね。これだけ立派な建物でこれだけ高さのある高床式の建物ってあんま見たことないかもしれないですね。さっきも関野街の高台から見ましたけど、この左手奥にはこの岩肌むき出しの山も見えてますね。ここだけ切り取ると街中にいるとは思えない景観ですよね。で、あそこの上の部分は事前予約が必要ですけど、ガイド付きで入ることができるみたいですね。今あっち側にいる人がいますけどね。で、敷地内にこれ目の前に高くそびえ立つ塔が見えてるんですけど、ここが博物館ですね。韓国の歴史を学ぶことができる博物館になってるんで、時間がある人はここも訪れるといいと思いますよ。ずっと奥まで進んでいくとこんな場所もありました。素敵な池が目の前にあって、真ん中にちょこんと橋と建物がありますよね。ここがヒャンウォンジョンという場所で、宮殿の中でも水の音が聞こえてきますし、一番心落ち着く空間じゃないですかね。キョンボックンの手前側の道路はめっちゃ大きいですね。で、ここ目の前にはこんな大きな銅像がありますけど、朝鮮時代の王様の像ですかね。で、この辺り一面が大きな広場、商業施設もこの辺中にはあるのかな。かなり広々としていますね。たくさん人がいるけどすごい快適に歩けるわ。この辺のビルもすごいな。日本では見られない、なんか窓がすごいちっちゃく見えるけどな、一つのビルの中に密集している感じがわかる。はい、
バスでミョンドンに到着です。言わずもがな韓国一の繁華街になってます。でこれ目の前にあるのがロッテ百貨店ですね。ミョンドンのランドマークとなるどでかいデパートですよ。ここまで大きなデパートって日本にもなかなかないと思いますね。相当な存在感を放ってます。ファッションアイテムや家電、レストラン、食料品、免税店、そしてホテルまでこの中に入っています。うわマジか、ここのネギプルコギが美味しいからってここミョンドンまで来たのに、見てこれ、よりによって8月今日だけ休み、どうしよう。まあとはいえここは韓国一の繁華街ミョンドンなので飲食店もたくさんあります。他にも選択肢がいくつかあるからそっちに行ってみようかな。ここは左右に屋台がたくさん並んでいるけどミョンドン通りっていう風に書いていますね。歩行者天国になっていて賑わっています。初心者の人はミョンドンに来ればいろんなものが密集しているから間違いなく楽しめそうだわ。でここの大通りにあるここの建物の2階ですね、ミョンドンソルロンタンという美味しいソルロンタンが食べれるお店があったのでここに行ってみます。店内はこんな感じでボックス席とかもあって、1人でもすごい入りやすい雰囲気ですね。よかった。で左上のこれが一般的な牛肉が入ったやつですかね。あとはこれ多分具材が違うって感じかな。真ん中のは野菜も入ってるからちょっと値段的には高めになっていますね。はい、ではいただきます。まずはこの白濁したスープから一杯。いやー、このあっさりとした牛骨のスープがいいですよね。やっぱ日本だと豚骨はたくさんあるけど牛骨ってねなかなか食べられないから、豚骨ラーメンのスープよりもかなりあっさりとしていて飲みやすいですよね。飲みやすいっていう感じ。いや薄味でありながらも牛の旨味がしっかりと感じられる。ご飯をスープにつけて食べたらね、いや間違いなくうまいっしょこれ。うまい。これ辛さが苦手な人とかでも全く辛さがないからね、食べやすいからいいと思いますよ。はい、ご飯を食べて、ミョンドンはまた夜来るか明日来るかちょっとわからないけど、少なくともグルメを堪能しにまた訪れると思うんで、これからまた違うスポットに行こうと思います。いやでも今日は休日っていうこともあるのか、やっぱすごい人だかりだな。でも東京大阪に比べたら全然歩きやすいですけどね、この感じだったら。ミョンドンを離れてやってきたのがこの辺り一帯をカンナムエリアっていうと思うんですけど、その中でもカロスキルというエリアにやってきました。シンサドンとも言うのかな。カロスキルっていうのはカロスが街路樹でキルが通りで、その名の通り街路樹が立ち並ぶ通りなんですけどね。ここは韓国のおしゃれな人たちが注目するハイセンスなお店が立ち並んでいるところのようです。ミョンドンよりかなり落ち着いた空気感なんで個人的にはこっちの方が好きですね。ゆっくりとショッピングを楽しめそうな感じで、日本でいうとどうなんだろう、表参道とか福岡だと大名とかその辺の雰囲気に似てるな。世界的に有名なブランドショップもありますし、セレクトショップなどもたくさんあります。すごく落ち着いたいい通りだとは思ったんですけど、これ目の前見るとこんな感じで、コロナ禍に結構多くの店が閉店しちゃったみたいですね。いや綺麗な通りなのに残念だなこれは。それでもこの右手にあるアップルストアは大盛況ですよ。アップルがある通りっていうのは世界的に認められた場所と言っていいでしょう。ここにはゴディバもあります。いやーゴディバのねメニュー表あるんだけど、これショコラめちゃくちゃ美味しいから食べたいんだけど、ちょっとね今日は目星つけてるカフェあるから我慢。
はい、でバスでちょっとさっきのカロスキルから東側の方にやってきて、ここですね、目の前にあるカフェ、スペイン風のチュロスをいただける店ってことでね、僕スペインのチュロス大好きなんで、日本じゃなかなか食べれないんで、ここでちょっといただきたいと思ったんですけど、今待ち時間中で聞いたら1時間ぐらいかかるって言われちゃったんですよ。もういやー、でもせっかくねこのミョンドンから橋渡ってちょっと離れたところまで来たんで、待って食べるしかないか。チュロス食べて焼肉、お腹入るかな今日。中入るまでちょっとカンナムエリアうろうろしようと思ったんですけど、かなり広いっすね。カンナムは本当に見どころがミョンドンみたいに密集しているわけではなさそうなんで、観光の難易度は高いような気がします。なんでガイドブックは初心者だったらミョンドン行った方が無難ですよみたいなことを書いてるわけですよね。ただカンナムエリアは結構ホテルもたくさんあるので、ここに宿泊する人も多いんじゃないのかなと思うんですけど、その場合は確かに飲食店とかたくさんあるんで便利なことに加えて、ミョンドンにも地下鉄とかバス使って20分弱ぐらいで、東側にあるロッテワールドですね、ロッテワールドタワーとかもありますよね。そっちにも20分弱ぐらいで行くことができるんで、その両方に行きやすいっていうところで立地的には便利なんですかね。ただロッテワールドに行かないんだったらミョンドンとかインサドンとかその辺のホテルの方がいい気はします。ちょっと大通りから内側に入ってきたんですけど、ここはお店がこうやって密集していて歩きやすいな。ショッピングしやすそうですね。カンナム地区のメインの通りがここになるのかな。ちょっと今回歩く予定なかったんで分かりません、すいません。これトム&トムズコーヒーっていう韓国で有名なコーヒーのチェーン店ですね。結構いろんなところにありますけどね、僕もちょっとお仕事がっつりやりたい日にここでパソコン作業、石タイプもたくさん、コンセントたくさん、 Wi-Fi 早いでかなり快適でしたよ。でプレッツェルがもちもちで絶品でした。ここはまたルイ・ヴィトンがドカーンと書いててどでかいデパートがありますけどね。でこっちはなんかちょっと西洋風の建築物があるんですけど、地図帳で見るとここがカンナムスター通りっていう風に書いてました。なんかあそこ星持ったバルーンがあるけど、なんでカンナムスター通りっていうのか、すいませんね、僕あんまりね日本も含めて芸能界とかアイドルグループに全然興味ないんで、その辺の知識が全くないんで喋ることできないんですよ。それに関しては韓流スターがなんとかとかね。でもこれ見ると手前側から奥にかけてなんかハイブランドの通りって感じですね。1時間半待ってやっとテーブル準備してくれました。でこれがメニュー表ですね。左側がチュロス、一番上が普通のチュロスなんで、これはね注文してもしょうがない。下にあるディッピング&チュロスですね。チョコレートにディップして食べてこそこれスペイン風のチュロスですからね。で右手チョコレート以外にもソース、追加したい場合は選べますね。で一番下にはコーヒーもあります。はい、やってきました。手前側がこれチョコレートドリンクで、奥にあるのが揚げたてサクサクのチュロスですね。ちょっと待ち疲れたんで喉も渇いたんで、これアイスコーヒーも注文しちゃいました。はい、じゃあいただきます。最後にスペイン行ったのが確か4年前か5年前ぐらいなんでね、これ食べるの楽しみなんだわ。日本で食べるなんか映画館とかディズニーランドのチュロスじゃダメなんですよ。これホットチョコレートにディップしないと。これでいただきます。いやーうまそう。いやーこの揚げたてサクサクの生地が最高ですね。でチョコレートがね甘すぎずしっかりビターなんで、甘さが強すぎなくていいんですよね、このチョコレートにディップするチュロスは。さすがにねチュロスに1時間半も待つなんてバカなんじゃないのかって思う人もいると思いますけどね。僕もどちらかというと、もし YouTube の動画を撮らないとしたらちょっとチュロスで待つのは厳しいかなって思ったんですけどね、今回は日程的に余裕があるからせっかくなんでね、皆さんにもお見せしたいと思って待ちました。ぜひねこのカンナムエリアに宿泊する場合は朝一番で行ったら並ぶ時間も少ないからいいと思うんでおすすめですね。いやでも本当にこれは日本でも流行ってほしい。多分食べられるとこ東京とかにしかないと思うんだよな。僕の住んでる福岡じゃ少なくともない。はい、ミョンドン戻ってきました。今日夜本当はねここの焼肉屋さん行こうと思ってたんですけど、さすがに今チュロス4本も食べたから、そんなにお腹減ってない時に焼肉行くのもったいないんで、他の店行こうと思います。左側これ温泉マークあるから、サウナとかスパ、赤すりありますよね、やっぱ韓国は。
いやー、やっぱ独特の雰囲気がありますよね。こう日本の首都東京でこんな街のど真ん中に屋台がたくさんあるなんてことは絶対にないじゃないですか。で福岡もこの街のど真ん中というよりはちょっとこう外れとは言わないけどこう川の方にあるんで、これまた全然やっぱ日本の大都市とは雰囲気は全然違う感じがします。一番近いのは大阪って感じだけど、大阪でもねこんな感じで屋台がずらっとは並んでないですから、先進国の都会の雰囲気とアジアンな雰囲気がミックスされたような不思議な空間。以前来た時はこの辺は結構日本語で客引きがかなりマッサージとかね来てた気がするんだけど、あんまそういうのないですね。強引な客引きとかはないので歩きやすいと思いますけど、マッサージはねなんかちょっと調べたらそんなにこうお得感がない値段だったから今回は行きません。この価格だったら東南アジアタイとかバリ島とか行った方がいいなというふうに思いますね。はい、でまだ食べてない韓国料理、これですね、タッカルビ、目の前にあるお店に入ってみたいと思います。これかなり有名なお店で新大久保にも店舗があるみたいですね。でメニューはこんな感じで、タッカルビはねこう大きな鉄板で焼くんで2人じゃないとダメかなって思われがちなんですけど、ここのお店はこうやって1人前ですね、このちょっと安いやつですね、下のやつに比べてこういうメニューも提供してくれてるんで、いや一人旅にはありがたいな。この左上のやつコーンチーズタッカルビ注文しました。これは楽天ですね。出来たてをすぐにこうやっていただけるっていうね、絶対うまいじゃんこれ。いや僕タッカルビも食べるの初めてなんですよ。おおすごい、チーズのとろみがいいね。これキムチとかお肉とかトッポキも入ってるわ。いやタッカルビうまいな。これ辛みももちろんしっかりあるんだけど、その中に甘みと酸味もちゃんとあって、辛み甘み酸味全ての味わいを一度に味わえる感じで、その中にこうチーズとかトッポギも入ってるからもちもちとろとろの食感まで楽しめるっていう、まあ、やっぱタッカルビ人気なだけあってうまいわ。すごいよこのとろみ。ほらいや行きたかったお店が閉まってたり、チュロスがね1時間半待ちとか今日もいろいろあったけど、美味しいタッカルビ食べられて満足ですね。明日も楽しみだ。はい、おはようございます。翌朝、残念ながらねこんな感じで雨が降っちゃってるんですけど、ホテルの近くのイクソンドンの関野街でまた朝食をいただきたいと思います。今日は雨なんで人気のカフェでも並ぶ時間は少ないかなって思ったんですけどね、しかも平日だし、それでもこのミルトーストというカフェ列ができてます。まあでも雨だからあんま歩きたくないからここ入るしかないな。はい、1時間ぐらい待ってやっと入れました。本当に人気なんだなここで。メニュー表を見ると有名なのがこの蒸気で作るスチームパンですね。日本ではこういう調理法でパン作ってるところないと思うんでね、ここでしか食べられないと思います。でこのスチーム食パン種類がこの4種類から2種類選ぶことができるようになってます。でフレンチトーストも有名らしいんですけど、せっかくなんでスチームパンを頼みます。こんな写真映えするハニーブレッドっていうのもありますよ。ドリンクはこんな感じでコーヒーを頼みます。はい、やってきましたね。これすごいな。なんかこれシューマイみたいなね、このカゴに入れられてやってきたんですけど、蒸したてで揚げたら湯気が一気に出てきます。なんか布に包まれてるんだけど、結構ね触ったらこれやけど注意なレベルで熱い。おお、これですよ。本当にふわふわのブレッドが出てきました。すごい柔らかいですね。わあ、熱いちょっとねこれ冷ました方がいいと思うわ。まずコーヒーいただきますわ。まあコーヒーは可もなく不可もなく普通の味って感じですかね。よし、ちょっと冷えたかな。これでちぎって、おおすごいよこれ。ほんとふわふわだわ。
こっちがプレーンだな。これついてきたのはこれバターじゃなくて多分生クリームみたいな感じですね。甘さがあったわ。いただきます。いや、すっごいもちもちふわふわでうまいな。やっぱり普通のパンだったら表面がこうサクッとしてね、それはそれでいいんですけど、これはもう全体的にもちもちふわふわが最上級っていう感じですね。なんでその食感が好きな人にとってはこれはたまんないでしょうね。でも僕は個人的にはパンはやっぱ表面サクサク中ふわふわのが好きなんで、1時間待つ必要はないかなっていうのが個人の感想ですね。こっちも食べてみよう。栗が中に、でもなんかやっぱ水分がちゃんと入ってるから冷めるのも早いな。すごい栗がたっぷり中に入ってる。いただきます。いやー、この栗の蒸しパン美味しいですね。なんかこうやっぱ自然そのものの甘みが感じられるっていうのはいいですよね。こう無駄に砂糖とかがたくさんまぶされているパンとかじゃないんで、その点で言うとほんのりと甘さがもちもちふわふわの食感とともに広がるっていうのはやっぱうまいってうまいですね。日本では食べられないっていう特別感を考えると並んでまで食べたいっていう人が多いのかもしれませんね。これが出来上がったらね、はい、自分のお皿の方に移して、はい、その上に海苔か大根に巻いて食べてくださいね。で食べ終わって少しだけ残したらチャーハンがきますからね。美味しいですよ。美味しそう。はい、もう食べてもいいですよ。もういいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、ゆっくりしてください。はい、じゃあ人生で初めてのプルコギ楽しみだな。これを海苔と大根で春雨とかネギとかもやしがあるのかな。焼肉もそうですけど、こうやって巻いて食べるお料理が韓国は多いんですね。はい、じゃあいただきます。めちゃくちゃうまいな。これは醤油ベースの甘だれが牛肉にかかってて、甘みもあるんだけどちゃんとこう酸味もあるし、その他にもこのネギとかもやしのシャキシャキの食感がたまんないですね。で牛肉なんだけど、これだけ大根も含めて野菜が入ってるからさっぱりとした海苔なんですごい食べやすいし、で海苔もねいいアクセントになってる。これは最高だな。日本でもたくさん普及してほしいわ。はい、そして少し残ったお肉を使ってこんな感じでチャーハンを作ってくれました。これもうまそうだな。こんな感じです。いただきます。これもめっちゃうまいわ。さっきの牛肉の甘だれの風味ももちろんあるんだけど、ちょっとこう香辛料も使われていて、スパイスも程よく効いてる感じがいいですね。そこに海苔の風味ですね。こう全体的に味付けも濃すぎず絶妙の美味しさですね。いや、このお店は一人でも来やすいし、お料理もめっちゃうまいし満足だわ。間違いなくおすすめ。はい、で次にやってきたのはこれですごい高さを誇っていますけど、ロッテワールドタワーですね。高さがこれ555メートルあって、世界でも5番目の高さを誇っています。でここは2017年開業なんで比較的最近できたばっかりで、以前韓国に来た時は当然なくてソウルタワーしかなかったので、今回来たの初めてです。この中にはもちろんショッピングやレストランが楽しめる場所、展望台があります。このタワーの隣には金ピカに輝くロッテキャッスルっていう建物があるけど、これは一体なんだ。これも商業施設が入ってるのかな。でこの反対側にはロッテアドベンチャーワールドというテーマパークもあるんですけど、これ真ん中がホテルかな。そして右手にはこれロッテ百貨店もあるんですよね。日本では千葉ロッテマリーンズがあるんで、ロッテという名前を知らない人はいないと思いますけどね。日本で創業はしてるんですけど、創業者の出身地は韓国なんですよね。反対側に歩いてきてみたんですけど、ここのエントランスがすごい豪華ですね。このロッテワールドアドベンチャーっていう風にズドンと書いてますね。でもやっぱ昔からある企業なだけあって年季は結構感じるけど、せっかくなんで中入ってみます。
ここがロッテワールドアドベンチャーの入り口ですね。奥の方、多分ここはチケットがいるから、僕は今日は行かないんでね、中は見せることはできないんですけど、確かにテーマパークらしい雰囲気、楽しそうな雰囲気が漂ってますね。中の様子が見える場所がありました。こうやって一つのドームの中にたくさんのアトラクションがありますね。上になんか気球っぽいものがありますけど、ああいうところに乗ることができるようになってるんですね。ディズニーランドとかなんかアメリカ西海岸っぽい雰囲気を出しているっていう感じですかね。友達やカップルや家族で来たら楽しそうな場所だな。これ天井の案内板に書いてるわ。地下鉄出たらロッテワールドタワーって書いてる方に進んでいけばいいから、1番2番出口が近いみたいですね。これだ、ソウルスカイ案内板の方を目指せばいいんですね。やっぱりここはハイブランドものがこうやってずらっと上の方まで並んでいますね。結構高いところまで、何階から何階がこれショッピングエリアなんだろう。案内板がありました。これ9階までがショッピングをできるエリアになってますね。で8階と9階がデューティーフリーショップ。いやこれはさっきのロッテ百貨店と合わせたら一日中ショッピング楽しめそうですね。ちなみにこっちのロッテタワーはフードコートらしきものは見つけられなかったですね。こういうちゃんとしたレストランといいますかね、それなりの値段がしそうな場所はあるんですけど、リーズナブルにお食事済ましたい場合はロッテ百貨店の方に行った方がいいと思いますね。ここ右手には TWGT も見えてますけどね。今日明日は雨予報なんで、天気の悪い日にはこういう屋内でゆっくりとショッピングやお食事楽しめるところに来るっていうのも一つありですよね。さっきの吹き抜けのエリアのすぐ隣にありました。これソウルスカイ展望台上層階へと行くエリア、チケット売り場ですね。チケットは大人1人2万9000ウォン、だいたい2900円ぐらいですね。だいたい世界中のタワーはこれ上まで行くのにこれぐらいの価格ですよね。Not only that, you can watch how Lotte World Tower was built as well. はい、そして上に登ってくるとこの景色ですね。すごいわ。これ今右手に流れている大きな川がソウルを代表する川のハンガンですね。で左側が昨日行ったカンナムエリアで、川を渡って右手の方がミョンドンとかインサドンがあるところですね。ここからでもソウルタワーが見えていますよね。ソウルタワーは高さが確か240メートルぐらいなんで、このロッテワールドタワー2倍以上の高さがあるっていうことですよね。いや真ん中あたりはこれお昼でも光がしっかり輝いているのが見えてるんで、夜景は本当に綺麗なんでしょうね、ここから見ると。でその街中の中心を取り囲むように周りには高層マンションがたくさん建っているのがよくわかります。日本ってこういう高層マンションは結構いろんな形をしたというかね、多種多様な感じがするんですけど、外国はやっぱ集合住宅じゃないですけど似たようなマンションがこれでもかというぐらいたくさん建っているのが特徴的ですよね。さっき下からめっちゃでかいなと思って見ていたロッテホテルとこの百貨店がもう当然のことながら小さく見えてますし、左手に外の空間にもロッテワールドあるんですね。さっき中しか見れなかったけど、確かに中だけだったらね、入園料が確か6000円超える額だったんで高いなと思ったんですけどね、これだけ外に立派なアトラクションがあるんだったらいいかなという感じですよね。でなんかこの高層マンションの奥の方にはまた集合住宅地があって、こっちはより庶民的な雰囲気が流れてる感じがして、なんか味わい深いですよね。どうなんだろうな、この右手の高層マンションの方は高級所得者が住んでいて、左手は庶民が住んでいるみたいな感じなのかな。緑色の屋根がすごい多い。でもう一個上の階に上がってきたんだけど、これだ、すごい真下が透明で、こんな施設今まで世界中のタワー行ってきたけど、さすがにここまで完全な透明で、透明のエリアがこんなに広いエリアってあんまないっすね。クアラルンプールでちょっと行ったような記憶があるけど、あとはニュージーランドのオークランドであったけど、いやここ一番迫力あるかも。すごい。でここ抜けていくと
さっきの景色、こっちの方がより見晴らしがいいわ。真ん中にこうやって川が見えるようになってるから、より広範囲にこう中心部の景色を望むことができるエリアになってるんで、ここが一番のフォトスポットだな。周りたくさん写真撮って楽しんでる人たちがいますよ。いや、もちろん景色は素晴らしいんだけど、これだよね。いや、タワー行こうか迷ったけど、これ体験できるんだったら来る価値あるわ。ちょっと近づけて見るけど、こんな感じでなんかもう手前側に今いるビルが滑り台みたいになって、ここから滑っていけそうな感じじゃないですか。ちょっとこう角度がついてるから、いやーすごい。これは高所恐怖症の人は絶対立てないぞ。本当はここですね、テラスがあって外に出て景色を望むこともできるみたいなんですけど、今日は雨が降ってるんでオープンしてないみたいですね。外とは言っても当たり前ですけど、柵があってガラスの窓越しにはなるんですけどね。上の階には景色を眺めながらゆっくりできるカフェもありますね。はい、次にやってきたのはソンスというエリアで、ここ地元ソウルっ子たちにとってはかなりホットなエリアみたいでですね、歴史的には工業地帯だったんですけど、時代の変化とともにもともと工場だった空き家を利用してリノベーションされた商業施設やカフェがいっぱいできているということで、大人気スポットになっているみたいです。全然知らなかったですね、僕は。この目の前にあるレンガの建物とかね、これが火付け役になったんじゃないのかな、多分調べた感じだと。ちょっとこう小樽とか横浜とかその辺の雰囲気を感じさせるような、確かにおしゃれさはありますね。うわー、これ中めっちゃおしゃれだわ。すごい。確かにこれ天井を見ると完全にこう工場の雰囲気が漂っているんだけど、この下の部分は素敵なインテリアも飾られていて、奥には赤レンガもむき出し、緑も見えていて、おしゃれな空間ですね。うわー、ここもレンガ倉庫をリノベーションしてちょっとしたモールになってますね。緑に囲まれた雰囲気がいいわ。いい感じの雰囲気だけど、規模がそんなに大きくなくて、平日ということもあってか、そんなに人がいないですね。ガイドブックには載ってたんですけど、あんまり賑わってない印象です。うわ、この建物もおしゃれ。でもなんか福岡でも同じような建物があるよね、これ天神に。うわ、裏路地に入ってくるとこんな赤レンガに囲まれたスペースがあるわ。すごい生活感があふれてローカル感もあっていいじゃないですか、こういう通り。これ多分この真ん中にあるパンを取って会計すると思うんだけど、全然ないじゃん。ほとんどソールドアウト。てか塩バターパン目的に来たのにこれじゃ意味ないわ。この裏側の甘いスイーツがちょっとあるぐらい。ちょっと別の店にしよう。これ食べたかったんだけどな、残念。はい、気を取り直して違うカフェに来ました。ここオニオン、先日北村関谷村の近くにもこれあったやつですね。ここが1号店なんじゃないのかな、多分だけど。またレンガ造りで工場の跡地を利用したカフェですね、これも。この間行けなかったから、せっかくだからここソンスで行きましょう。ここはまだ売り切れずに美味しいものがたくさんあると。個人的にはこのデニッシュ系が好きだからこれも食べたいんだけど、韓国は今この塩バターパンが人気なのかな、至る所で見るんですよね。こんな感じでソンスはリノベーションして作った店舗でベーカリーがたくさんあるんですね。でもよかった、塩パンにようやくたどり着きました。
外サクサクで中がふわふわでうまいっすね。バターの香りもしっかりして、そこにこう塩味がね、塩がかかってるんでいいアクセントになってて、やっぱうまいな塩パン。日本のパン屋さんの塩パンよりも明らかにでかいですね。値段もその分倍ぐらいするんですけどね。いやでもカフェとパン好きにとってはこんなにたくさんベーカリーがあったらちょっとテンションやっぱ上がるわ。すごいな。こっから電車も見えるし、一応見えるかな、こっちの方にロッテタワーも見えてますね。はい、再びミョンドンに戻ってきて、これから焼肉を食べようと思います。この雨が降る日に思ったのは、韓国の人って本当にちょびっとしか雨が降ってないのに傘みんな差しますね。僕日本人としてはヨーロッパとか東南アジアとかそっちの国に行った時は日本人はやたら傘差すなっていう風に思ってたんですけど、韓国の人って日本人以上に傘差しますね。もうほとんど降ってないんですよ。僕全くこれくらいだったら差す必要ないだろうって思ってるんですけど、その辺ちょっと気づいたところですね。これ美容の国とか関係してるんですかね。少しでもこう整えたいっていう気持ちがあるんだろうか。ロッテ百貨店の目の前がアップルストアなんだけど、このアップルストアにある球体すごくない？これ本物の天然の木材が使われたオブジェになっていて、これ名古屋のティアドオートグラフのエントランスにもこんなんあったな。右側がロッテ百貨店で、ちょっと歩いてきたところ、これ目の前に歴史的建造物があるんですけどね、ちょっとこう西洋風な建築物にも見えますけど、これ日本統治時代にできたもので、韓国銀行貨幣博物館、今は博物館なんですよね。なんと設計は東京駅の設計も手掛けた著名な日本人、辰野金吾氏です。もともとは第一銀行、みずほ銀行の前身ですね。それのソウル支店として発注されたものなんですよ。ただ発注はしたものの、朝鮮の中央銀行業務が分割されて朝鮮銀行として完成したんですね。で、日本統治終了後は韓国銀行が設立されて、朝鮮戦争中には空襲を受けたこともあったんですが、こうやって修復されているんですね。そしてこの対面する部分ですね、ここには新世界百貨店という、ロッテ百貨店と同じように有名な百貨店になっていて、ここも日本統治時代に完成したもので、最初は三越として開業しています。その後サムスングループの傘下となり、今はウォルマートの韓国法人を買収して、売上規模ではロッテ百貨店グループを上回っているとのことです。近代的な建物、ビルの中にもこういう歴史的な建造物もいくつか点在しているっていうのは、やっぱりソウルは見応えのある街ですね。これ今右手が新世界百貨店なんですけど、目の前にソウルタワーがこうやって見えてて、あそこロープウェイがあるから、ここからでも全然歩いて行ける距離にあるんだな、ソウルタワーへ行くロープウェイは。さあ、韓国といえば焼肉ですからね、ようやくたどり着きました。ここで今日はお肉いただきたいと思います。結構有名店ですよね。インスタでおすすめ聞いてもここいいっすよって言われたので行きます。予約とかは特にしてなかったんですけど、すぐに入ることできましたね。平日だからかな、よかった。で、メニュー見ると、ここは1人でも来やすい焼肉屋さんなんですよね。こうやって1人 140g って書いてますけど、1人前から注文できるようになってて、でこんな感じでこのコンボセットも左手1人前から頼めるようになってるんでね、これ頼もうかな。牛ロースと牛カルビとマッシュルームが食べられる。これが左上の牛ロースと右下のカルビ。カルビはこっちの右手のやつかな。で、この骨付きカルビもうまそうだな。でもまだ豚肉、サムギョプサルはこれ1800円ぐらいなんで、やっぱり牛肉と比べたらかなりお得感がありますよね。こっち右手には締めにチゲや冷麺もありますね。すごい、オーダーしたらいきなりこんな焼肉セットが出てきましたよ。右手の方キムチと、これは何だろうかな、かぼちゃみたいな色してるやつが。で、左手にはサンチュですね。で、奥にはこれ卵とネギがなんか絡んだやつかな。これをお肉と一緒にいただくっていう感じだと思うんだけどな。昨日のタッカルビもそうですけど、焼肉もこうやって店員さんが焼いてくれるんだな。日本は絶対に自分で焼くんでね、これはこれで楽ちんだからいいっすよね。はい、店員さんが焼いてくれたんでね、すぐにこうやって食べれます。いただきます。
このサンチュっていうやつにお肉を乗せるんですね。でなんかここにあるやつ、卵とネギ、これを溶かせばいいのか。これも乗せて、あとはコチュジャンかな、これは。これもちょっとつけて、好みに応じて塩も乗せればいいのか。こんな感じでこれを巻いて食べるんですね。絶対うまいじゃん。これでいただきます。いやーうまいわ。このロース、赤身のうまみがちゃんとある。脂身少なめなんでね、すごい食べやすいし柔らかい。で卵の濃厚さとこのネギのさっぱりさ、そしてピリ辛のこの香辛料がね、やっぱ焼肉と合いますよね。日本と違った味わいの焼肉を楽しめますよ、やっぱり。でもお肉だけを食べるよりもやっぱサンチュとかこういうねネギを乗せた方がさっぱりと食べられるっていうのはいいわ。ちょっと単体でも1個食べてみようかな。いやこれはこれでお肉本来のうまみだけを味わえるっていうの贅沢ですね。でこういうわさびもついてるし、いろんな味わいを韓国の焼肉は楽しめますね。キムチもいただきます。キムチもめっちゃうまい。韓国に来て食べたキムチで一番これうまいかも。いやなんか以前来た時焼肉食べたけどそんなにこう感動するほど美味しいかなっていう印象があったんですけど、やっぱりここはね地元の人にも人気だし、もちろん日本人にも人気のお店なんですけど、間違いないですね。一人でも来やすいし。お酒はあまり飲まないようにしてるんですけど、さすがにね焼肉だとビールが飲みたくなる。テラビールっていうのは韓国のビールですね。キンキンに冷えててめっちゃうまいこれ。いや焼肉にビール最高、たまらんっすね。いやお肉うまかったわ。これ2人以上できたらもっとたくさんのお肉楽しめた。サムギョプサルとかはね絶対頼んだと思うけど、お肉はひとまず美味しいって分かったから、これ初日に食べて美味しかったからまた頼んじゃいました。天ジャンチゲ、これお肉入りの天ジャンチゲもあったんですけど、今回これはお野菜のみかな。豆腐とかそうですね、緑の野菜が入ってます。いや初日のやつ本当美味しかったから楽しみだ。これもうまい。これちょっと味噌が入ってるな。初日に飲んだやつはそんなに味噌の風味が強くない。どちらかというとだから醤油ベースみたいな感じになるのかな。初日に食べたやつはここまで味噌が強くなかった。よりこっちの方がクリーミーでまろやかな感じがする。朝鮮半島の伝統的な料理なんで、昔から家庭的な料理としても食べられてきたものなんですよね。日本の味噌汁みたいに。いやでもねこの辛いものはやっぱビールと合うわ。いやでも間違いなく今回韓国で食べたお料理で一番優勝っすね。ここはこのお店の焼肉は間違いない。ちょっとデザートをいただこうと思うんですけど、この右下ソルビンというお店が有名みたいなんですよね。美味しいかき氷が食べられて、僕台湾では結構かき氷食べたんですけど韓国でまだ食べてないんで、日本のかき氷とはまた違うみたいなんで行ってみます。これがメニュー表ですね。この辺メロンがベストって書いてるから売れてるっていうことになるのかな。すごいなこれ。メロンとイチゴと、あとは下の方までなんか抹茶みたいなのもあるし、看板にはこのマンゴーのやつがあったけどな、台湾でマンゴーは結構食べたから、せっかくなんでこのメロンのどれかにしようかな。すごいなこれ。スプーンもフォークもこれ2つ準備してくれてるから、基本的には普通はこれ2人で食べるようなやつだと思うんですけどね。しょうがないですよね。1人で来たんだから全部食べれるかな。メロンの部分をちょっと切ってみると、ここからかき氷をまずはいただこう。うわふわふわな感じがする。ちょっといちごを取り出していただきます。日本のかき氷はシャキシャキなんだけど、韓国のかき氷はすっごいふわふわ、めちゃくちゃ細かく刻まれてるんだと思う。で多分ね生クリームとか練乳も中に入ってるから、かなり甘く仕上げられてますね。でそこにフルーツの甘みがあるっていう感じ。このふわふわなかき氷自体は好きなんだけど、ちょっと甘すぎるかな個人的には。フルーツで十分甘みがあるから、メロンがこれ丸ごといただけるっていうのはめっちゃ贅沢だけどね。でもさっきはね上の部分だけすくってたから、まさに甘い部分だけだったのかもしれない。こうやっていちご混ぜたら結構酸味もしっかり効いてうまいわ。
中にチーズが入ってるのが絶妙にいい感じ。はい、翌朝です。今日が帰国日になりますけど、最終日はミョンドンにちょっと荷物を置いてナンデムン市場を軽く見てから帰ろうと思ってるんですけど、ホテルからミョンドンまで、歩いては行けるんですけど、20分弱スーツケース運ぶのめんどくさいんで、韓国はウーバータクシーが利用できるみたいなんで、ウーバー利用していきます。で、ここミョンドンの中心街にあるミョンドン観光情報センターというところにコインロッカーがあるという情報を見つけたんで、この中にスーツケースを置いてちょっとだけ周辺を観光します。中入るとこんな感じで大きめのスーツケースを入れることができるロッカーもあって、観光情報センターなんで日本語を話せるスタッフさんもいて簡単に預けることができました。で、左手観光情報センター、下には花プラザという場所になるのかな。ここ韓国の英雄ソン・フンミンがいますね。プレミアリーグで活躍する。ちなみにコインロッカーはこのロフテ百貨店の地下1階にもあるらしいんですけど、まだ営業時間外なんですよね。10時半オープンになってます。ここはで、ナンデムンはミョンドンから徒歩圏内なんですよね。目の前新世界百貨店がありますけど、こっちの右手奥の方面に徒歩で歩いていけば行けます。新世界百貨店のこの裏手に来たんですけど、思った以上にすぐにこの右手側に庶民的な市場がありそうな雰囲気がありますよ。歩いていたらなんと視聴者さんに会いました。イエーイ、ありがとうございます。楽しいですか、韓国。イエーイ。パラダイスホテル泊まりに。おお、こんなに大人数ですごいですね。ナンデムンは何が見どころなんですか。秘密のものを安くに買う。秘密のものを安く仕入れることができるです。楽しんでるようで何よりです。ありがとうございます。海外でもこうやって声をかけてくださる視聴者さんがね、何人かいて本当に嬉しい限りですよ。これ右手側と左手側にもずっとまっすぐお店が連なっていてすごいっすよね。トンデムとナンデムがこの2大、市場といいますかね、掘り出し物をたくさん見つけることができる場所になってますね。俗に言うパチモンってやつ、ブランド物を安く作ったものも売ってたりするんで、僕もね大学生時代はお金がもちろんなかったんで、ここでパチモンを購入したことが確かありますよ。僕は今カメラとかパソコン以外であんま物欲がないんで、ブランド物はリモアのスーツケースとかそれぐらいしか欲しいものはないんですけど、そういうお買い物が好きな人にとってはここは楽しいでしょうね。ミョンドンからも近いですし、百貨店ではブランド物の高級なものを買って、ナンデムン市場では掘り出し物を安く買うっていうね、帰る直前でもミョンドンを拠点にして買い物を最後まで楽しめますね。もちろん買い物だけじゃなくて、こういうトッポギとかね、グルメを楽しむこともできますよ。で、歩いていると目の前にこれ立派な門を見つけました。これがナンデムンですね。正式名称はスーレイモン・スンネムンと言いますが、先日紹介したように朝鮮王朝時代は真ん中の王宮を取り囲むように東西南北に門を設けて、これが名前の通り南側の門になるんですよね。で、約600年の歴史を持つ建物だったんですけど、なんとね2008年に一般の方がここで放火事件を起こしたみたいで、完全に上の部分、木造建築の部分が消失してしまったんですよね。それまでは国内最古の木造建築だったので、とっても重要な文化財であったにもかかわらず信じられないことをやる人がいるもんなんですね、世の中には。なんで今見えているこの上の木造建築の部分は消失した後に修復したものがあるということですね。下まで来てみたんですけど、かなり強い雨が降ってきましたね。ここに来て今の僕の話を聞いてたんですかね、放火の話を。で、それで水を降らしてくれているのかもしれません。で、さっき修復の話をしましたけど、修復するときに左右に石が積み重なっていると思いますけど、ここの上角の部分も新しく修復されたみたいですね。確かに真ん中と左右でちょっと色が違うような感じがしますよね、石段の部分。